こんにちは、リートです。今回の動画ですね、WPL Japan の動画になります。再生リストも作ってますので、概要欄からですね、よければ他の動画もご覧ください。今回のお題は、レジンで自作するクリアパーツということで、技術的にもですね、意外に簡単にできて、必要なものも100均で買えますし、あとその割にですね、効果の高い工作になると思うので、良ければですね、特に初心者の方ですね、参考にしていただければ嬉しいなと思います。で、今回ですね、作例に使いたいなと思っているのが、こちらの C14 なんですけれども、こちらの、実は今、片方もうやってあるんですけど、片方取れちゃったんですよ。ね、これ、以前ですね、動画にはしてなかったんですけれども、これを作った時に、これレジンでクリアパーツとして作ったものなんですね。で、走らせているうちに、知らないうちに外れちゃったんですよ。で、またちょっと作り直して、同じものですね。同じものを作り直して付けようかなっていうところなんですけど、せっかくなんで、ちょっと動画でご紹介させていただこうかなと。で、もちろんこれ、今回 C14 でやるんですけれども、別のモデルでも、ちょっとこういうものですね、付け足したいなっていうのがあれば、もちろん応用はできるんじゃないかなと思いますので、C14 以外でもですね、ぜひ参考にしていただけると嬉しいなと思います。では早速なんですけど、まず、どういうことをやるかっていうのが、これ、ドノーマルの C14 なんですけど、お持ちの方はご存知だと思うんですけど、このリアのここのテールライトの表現ですね。ここが、成形でちょっと丸くなっていて、そこを赤でペイントだけしてあるような感じなんで、僕個人的には、この C14 ってすごいかっこよくて好きなんですけど、ちょっと唯一ですね、ここが、もう一声みたいな感じなんで、ここをちょっと自作するっていう感じでやってみたいんですけれども、必要なものとしては、これがですね、100均で今、レジン、UV レジンってやつなんですけど、これもうご存知の方多いと思うんですが、100均で今もう簡単に手に入りますよね。で、安いと。で、今回のような少量使う場合だったら、それこそこれで全然間に合う量なんじゃないかなと思うんですけれども、で、一応流れとしては、これで型を取って、ここに貼り付けるだけなんですけど、今回は透明レジン、透明なやつを使います。ちょっと塗るのが面倒だなっていう場合で、なおかつ、今回このテールライトなんで赤でやるんですけど、もう赤だけでいいやっていう場合は、これのクリアレッドみたいな、なんか半透明の赤も売ってるんですよ。で、初めからそれで作ってしまうっていうのも簡単なんじゃないかなと思います。ちょっと今回は手持ちで赤がなかったんで、この透明レジンで作って、色を塗って、で、貼り付けるという手順になります。で、その型なんですけど、ちょっとこれもうめっちゃ普段使いしてるやつで、ちょっとあんまり綺麗じゃなくてすいませんって感じなんですけど、これが、ですね、厚みがどれぐらいだったかなこれ、厚みがちょっと忘れちゃったんですけど、1.5 ミリですね。これ、1.5 ミリ厚のプラ板なんですけど、これを、もうドリルで穴を開けてあるだけっていう感じです。で、これちょっと最初実験的に使ったやつなんで、なんか、この左の2列が5ミリで、真ん中の2列が6ミリで、一番右の2列が7ミリっていう風に、ちょっといろんなサイズを作って試したんですけど、これにちょうど良かったかなっていうのは、7ミリだったんで、参考にしていただければと思います。なので、今回、このなくなっちゃったところをもう一回作り直すので、この7ミリのところだけを使ってやってみたいと思うんですけれども、まずですね、この下からマスキングテープを貼り付けます。こんな感じで適当な長さに切って、ここですね。この裏から、なるべくピッとこう貼らせるような感じで、ちょっとあまりダルンダルンにならないようなイメージで貼り付けていただくといいかなと思います。これで準備完了。あとはここにレジンですね。レジンを流し込んでいきます。ちなみにこれ、今6箇所穴が開いてますけど、うまくいくとは限らないので、僕の場合は、今回たまたま6個開いてますけど、こんな感じで必要な個数に対してちょっと多めに穴を開けておいて、
一度に、せっかくなんで、手間はそんなに変わらないので、一度にたくさん作ってしまって、で、型抜きした後に、うまくいったやつをちょっと選別して使うっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。で、この入れる量なんですけど、僕の場合は、ちょっと若干ですけどね、若干表面張力で少し上にぷくっと盛り上がるぐらいの量にしてます。ちょっとこの泡が入っちゃうんですけど、これ上手な人一発でもっと上手にできるのかもしれないですけど、今僕すごい泡だらけになっちゃってますけど、これは爪楊枝である程度つっついたりしていると、大きいやつは泡を消せるので、まず大まかにですね、大きい泡は爪楊枝でつっついて消したいと思います。この、うまく映ってるかな、ちょっと今、斜めにしたらこぼれちゃいましたね。垂れちゃいましたよ。こんな感じで、泡をつっついて、消してあげると、手っ取り早く作業が進むかなと思います。こんな感じで。で、この時点で多分泡があったところから泡がなくなることによってちょっと量が減っちゃってるところがあると思うんで、もうそこはちょっと少し足したりしながら少しだけ盛り上がるような感じっていうのもテールレンズなんでちょっと盛り上がってた方がそれっぽくなるかなっていうだけなんで、全然ここはお好みで量は調節していただいていいんじゃないかなと思います。で、この UV レジンの硬化のさせ方なんですけれども、日光に当てるか、今回これでやるんですけど、こういう UV レジンを固めるための、こういう照明っていうか、光を当てるのが売ってるんで、そんなに高価なものではないと思いますので、良ければこういうのを探して、Amazon とかで普通に売ってますので、そういうのを使っていただいてもいいと思いますし、あとは、晴れてる日だったら、もう日光に当てれば結構びっくりするぐらい早く硬化しますので、わざわざこういうものを揃えるのもなっていう場合は、晴れた日ですね、に、もうこのまんま日光に当てておけば、10分15分ぐらいで硬化しますので、そういうやり方でも全然いいんじゃないかなと思います。で、今回はちょっと今、撮影してるのが日が落ちた後なんで、これを使ってやるんですけど、こんな感じで、UV ライトですね。これをずっと当てとけば、これ当てる距離にもよるので、今回このマスキングテープ台座にして、ちょっと高さをかさ増しして、当てておきます。で、これ直接光見ないでくださいみたいないろいろ注意事項はあるので、その辺はちょっと守って安全に注意しながらですね、使っていただければと思いますけど、で、これでちょっとしばらくほっときますね。はい、これで今10分15分ぐらい経ったんですけど、硬くなってますね。ちなみにこれレジン、めったにいないと思うんですけど、アレルギーある人いるらしいんで、僕は大丈夫でしたけど、素手で触ると良くなかったりするらしいので、その点はご注意ください。心配な方はいろいろその辺調べてから使っていただいた方がいいかもしれないです。で、ある程度固まったら、ちょっと、これは別にやらなくてもいいかもしれないんですけど、一応裏側剥がして、僕はちょっとひっくり返して、5分ぐらい、また反対側からも、当てるようにしてます。なんとなくですけどね。はい、これで今、裏側もライトを当てて、裏側は5分ぐらいですね。5分ぐらい置いておいたんですけど、ちょっと失敗してるな。いいやつが、でも、2つはうまくいってるんで、外しますね。これも、裏側からちょっと押してあげれば、パチッと外れるんで、これと、これかな。ちょっと今、6つ作った中で、一番マシな2つをくり抜いたんですけど、こんな感じです。こんな感じで、もう硬化して透明な、樹脂パーツって感じで作れたんですけど、これを今から塗っていきます。
で、ちなみにですね、ちょっと、レジンのものをいろいろ入れてある箱があるんですけど、それ見てたら、さっきないって言ったんですけど、赤いクリアレッドか。クリアレッドのレジンあったんで、ちょっとそれも、さらっと今からやって、それも、ちょっとせっかくなんで、ご紹介しておきます。こんな色になりますよっていうのをですね。はい、今ちょっとパパッとやってみたんですけど、これが最初から赤い色がついているレジンですね。クリアレッドだったかな。で、ちょっと外してみますね。一応色的には、こんな感じ。バックが白じゃないと分かりづらいですかね。こんな感じ。こんな感じですね。まあ十分赤い色がついているんで、もし塗装とかがちょっと手間だなっていう方は、こんな感じで赤いレジンですね、を使っていただいて作っていただくっていうのでも十分なんじゃないかなと思います。ただ正直、今回のたまたまこのレジンがこうだっただけなのかもしれないですけど、この赤の場合、ちょっとピンクがかってるんで、透明なレジンで作って、ちゃんとクリアレッドで塗装したっていう場合に比べて、正直ちょっと色は、若干ですね、薄いかなと、ちょっとピンク寄りかなという感じはします。はい、では続けて、こちらですね、やっていきたいと思うんですけども、今回、この2つに関しては結構うまくいってるんで、このまま塗装してしまう感じで問題ないかなと思うんですけれども、場合によってはですね、ちょっとバリっていうか、ちょっと場合によってはですね、ペーパーヤスリか何かで形を整えてあげるっていうのが必要な場合もありますので、それは適宜、していただければいいのかなと思います。で一応ですね、これ必要かどうかわかんないんですけど、一応、脱脂というか、レジンの成分なのか、ちょっとわかんないんですけど、一応、パーツクリーナーで、ちょっと僕は拭いてます。やんなくてもいいかもしれないです、これは。ちょっと軽く、パーツクリーナーみたいなものを吹きかけて、ちょっと脱脂、なんか不純物取り除いた方がいいかな、みたいな感じでやってますけど、これ多分やらなくても大丈夫な気はします。で、あとは、今回は、すいません、ちょっとエアブラシを使って塗ってしまうんですけれども、これは、エアブラシとかないよっていう方は、全然筆塗りで同じような工程で塗っていただければ問題ないかなと思います。ただやっぱりちょっと別の動画でもご紹介したんですけれども、エアブラシでクリアパーツ塗るときですね、エアブラシで塗るとすごく綺麗に塗れるので、個人的にはめちゃめちゃおすすめです。こんな感じで両面テープを割り箸にくっつけて、でそこにペタッと貼って、今表面を上にした感じです。ちょっと表面張力でポコッとさせた方ですね。これで一旦ですね、この表面に出ている部分。今、当然この両面テープ側ですね。両面テープ側は色が乗らないんですけれども、一旦この向きでクリアレッドを吹いてしまいます。はい、これで今、クリアレッドですね。タミヤさんのアクリルのクリアレッドをエアブラシで吹いてきましたという状態です。これ、ちょっと塗って、ちょっと撮影の関係もあるので、もう塗ってからですね、30分ぐらいしか乾かしてないんですけど、本当は、少なくとも数時間以上、できれば丸1日、一晩というか、は乾かした方がいいと思います。ちょっと今回、このままやっちゃいますけど、こんな感じで、今、色が塗れたんですけど、今度はですね、これを、このマスキングテープに、色を塗った側ですね。色を塗った側を、こんな感じで、ベタっとくっつけて、ちょっとこれ、色を塗った側っていうのが、表面張力的なやつで、ちょっとポコッとしてる状態なので、このままさっきと同じように、この両面テープにくっつけてしまうと、ちょっと隙間が空いてしまうっていうのが怖いので、このマスキングテープで、ちょっとグッと押さえるような感じで、まんべんなく覆い隠すことができるようなイメージで、今貼り付けました。で、また同じような感じで、両面テープですね、貼り付けて、で、
さっきのこれを、両面テープで、ピタッとこう、くっつけてあげて、またこれで、今度反対側からっていう感じですね。反対側からシルバーを吹き付けていきたいと思います。はい、これで今ですね、シルバーを吹いて、で、さらに、ちょっと、これはやってもやらなくてもいいと思うんですけども、できればやった方がいいんじゃないですかねっていうので、トップコート、クリアですね、を、さらに吹き付けたっていう状態になります。で、これで剥がすと、こんな感じですね。こんな感じで、表から見ると赤で、側面はシルバーで、裏もシルバーっていうような感じになりました。こんな感じですね。これでさらにですね、これもやってもやらなくてもいいと思うんですけども、できればやった方がいいですよっていうので、こちら側からもトップコートをさらに吹き付けておきたいと思います。ちょっと吹いていきますね。はい、これで今、クリアまで吹いたっていう状態なんですけれども、まず今回なんですけど、クリアレッドをアクリルで吹きましたと。で、その後に、ラッカーのシルバー。シルバーって言っても今回タミヤさんのラッカー塗料のスパークリングシルバーってやつを吹いたんですけれども、これはシルバー系だったら何でもいいと思います。ただ僕は個人的な好みで、スパークリングシルバーっていうのがこういう時にすごく、なんて言うんでしょう、光りやすいっていうか、ピカピカっとしやすいなっていうふうに個人的に思っているので、スパークリングシルバーってやつを使ったんですけれども、それはラッカーですよね。で、さらに最後にラッカー系のクリア、トップコートとして、ラッカー系の艶消しクリアっていうのを吹きました。で、もちろんこれ全部やってもいいですし、省けるところは全然省いちゃってもいいのかなと思います。で、ちょっとお詳しい方だと、あれ、アクリルの後にラッカー吹いていいのっていうのがあると思うんですけども、これぐらいの小物で、上からもう一回さーっと吹くぐらいだったら、一応、初心者の方はちょっとすいません。何の話って感じかもしれないですけど、この塗り重ねの順番っていうのが、本当は基本通りにっていう形でいくと、アクリルを吹いた後にラッカーを吹くっていうのはあまり良くないんですね。アクリルはラッカーで溶けてしまうので。で、逆にラッカーを吹いた後にアクリルっていうのは全然 OK なんですよ。っていうのは、アクリルでラッカーは溶けないからっていうのがあるんですけれども、今回その順番あんまり関係なく、アクリル吹いて、その後ラッカー吹いてみたいにしてますけれども、そんなに一度にベタっと吹かずに、特に今回のエアブラシでやったっていうのもありますので、その辺は問題ないかなと思ってます。はい。で、これで一応、パーツとしては完成ですね。こんな感じで、塗ることができましたと。で、あとはもうこれを瞬間接着剤でつけていくだけなんで、そんなに難しい作業ではないんですけれども、で、どうしようかな。作り直したんで、どっちでもいいんですけど、一応これ取りましょうか。取りまして、元々の塗料がそっくりこっちについちゃってますね。そんなことないか。あれこれなんだろう。こっちも銀が残って、こっちも銀が残って。これ塗ったのかないいか。ちょっとこれ削っちゃいますね。はい。じゃあ一応ですね、これ今、マスキングテープで余計なところ削ってしまわないように、ちょっとガードしたって感じなんですけど、いっちゃうときはいっちゃいますけど、これだけだと。一応やらないよりはいいかなっていう感じで、ちょっと一応こういう風にしたんですけど、で、ここはヤスリで、こう、削ってしまって、はい。でも、ここある程度削ったら、そんなに、もうヤスリでザーッと削って、むしろちょっと粗い状態の方がいいと思うんですけど、食いつきがですね。で、あとはもう瞬間接着剤で接着しちゃうと。すいません、今ちょっとカメラに映しながら、かなり難しかったんでカメラ外でつけちゃったんですけど、ここは別に映さなくても問題ないかなと思うんで、一滴ぐらい垂らして、これをべちょっとくっつけたと。それだけです。ちょっともう片方もやっちゃいますね。ちょっと横向きでうまくいくかな。こんな感じで一滴ぐらい垂らしてあるところにベタっとくっつけると。こんな感じですね。
はい、一応こんな感じで接着までできました。で、あと、ちょっと一応ノーマルとの比較って感じで、こんな感じで、ノーマルがこう着色してあるだけっていうのに対して、こっちがもうやっぱ全然違いますよね。こんな感じで、横から写した感じでも、これはちょっと横からシルバーが見えていて、で、これはこんな感じですよね。こんな感じで、ちょっと手間はかかるんですけど、作業の内容としてはそんなに難しいものではないのかなと思いますので、よければですね、こういったことも、ご興味ある方はぜひやってみていただきたいなと思います。ではですね、今回の動画以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。